What are some other typical micro hydroelectric power generation systems? モーターウェコは開放型胸垣水車になりますので、日本のネドの作成した水車選定表などによると、プロペラや螺旋方式が導入鏡に一部重なってきます。まず、プロペラ水車に関しては、弊社も実証実験に関わりましたが、自然環境下に設置すると、このように落ち葉や藁などが頻繁にプロペラに絡みつくため、発電停止を余儀なくされ、その都度大きな維持管理コストがかかってきてしまいました。また、螺旋方式だと一水のリスクが大きくなるため、このようにバイパス水路が必要になります。そうすることで大規模なコンクリート工事を伴い、水路にそのまま設置できる方式と比べ、採算性が低下してしまいます。Water Wheel is neither a propeller nor screw type turbine, but an open type water wheel turbine, right? What are some advantages of this type of turbine? 開放型と言われる水車は1800年後半頃に全盛期を迎え、文献によると当時は日本だけで7万基以上存在していて、石油の時代になる以前には水力がエネルギーの中心的役割を果たしていました。流量1立方メートルセカンド以上、落差1メートル以上の従来型と言われる水車が製材所などで活躍していました。その規模はウォーターウェコの領域と重なります。つまり、流量有効落差の適用領域が近いということになります。マイクロ水力を設置検討する際は、イニシャルコスト、ランニングコスト、稼働率、リサイクル性、生態系への影響などを十分に検討し、負荷に最適な事業性評価を行うことが重要となります。ウォーターウェコは極力リサイクルできる素材を採用し、水車と胸壁の間に一定のクリアランスがあるため、人海は水車底部を硫化し、既存の落索を遡上していた運動能力の高い魚類は、そのクリアランスを利用することが可能です。また、停電などの万が一の予備電源として備えることが可能です。How does Water Wheel compare economically with other power generation methods? 環境性はもちろんのこと、既存の化石燃料の発電方式よりも経済的に有利です。例えば、LPG より初期投資は大きくても、モーターウェコは耐久性が高いため、長期的にはより経済的です。また、太陽光パネルと比較した場合でも、水力は長期にわたって事業を行うことが可能です。例えば、固定価格買取制度を利用した場合は、20年の制度期間内の収入は予測可能ですが、その後は予測できません。そうすると20年以内に利益をどの程度出せるかということになりますが、水力のスタンドアロンモデルだと事業期間が長いため収益性を向上させることが可能です。例えば、日本で最も古い京都市の欅発電所だと1892年から今でも現役で稼働しています。マイクロ水力のプロペラ型タービンと比較して異物の除去が容易であり、プロペラ型とは異なり、定期的な清掃や異物を遮るスクリーンも不要です。豪雪地帯においても安定した運転が確認されています。そのためバイパス不要による初期費用の低減に加え、維持管理コスト面でもより経済的です。